ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東京湾の臨海部を走る京葉線と臨海線という2つの路線は現在新木場駅で接続するだけの関係ですが、実は線路自体はつながっており直通構想が何年もささやかれています。もし京葉線と臨海線の直通が実現すれば、新宿や渋谷から東京ディズニーリゾートや幕張メッセへ乗り換えなしでダイレクトにアクセスできることになります。そのためもしこの直通が実現すれば、観光ルートとして話題を集めることは間違いありません。お台場や幕張新都心の集客力も向上し、東京ビッグサイトや幕張メッセへの世界的な展示会の誘致にも良い影響を与えてくれるかもしれないでしょう。交通利便性を一気に高めてくれること間違いなしの路線といえ、潜在的な可能性は無限大ともいえる直通運転なのですが、現在に至るまでその実現に向けた動きはありません。なぜ臨海線と京葉線の直通がなかなか実現しないのでしょうか。今回の動画では線路がつながっているにもかかわらず、京葉線と臨海線が直通しない理由について解説・考察をしていきます。それでは本編へどうぞ。JR 京葉線の概要。京葉線は東京駅から東京湾岸沿いを千葉県方面に進み、千葉県千葉市中央区の蘇我駅までの全長 43km を結ぶ JR 東日本の鉄道路線です。本線のほか武蔵野線からの直通列車が走る西船橋・市川塩浜間を結ぶ小癒線、西船橋・南船橋間を結ぶ二俣支線という2つの支線も存在します。そんな京葉線は1975年に開業した蘇我・千葉貨物ターミナル間の貨物線をルーツとします。国鉄爆発寸前の1986年3月には旅客列車も走るようになり、同時に西船橋・千葉貨物ターミナル間が開業。その後も1988年に新木場まで延伸された後、1991年に東京から蘇我に至る現在の路線が全通しました。現在では京葉線内で完結する列車のほか、武蔵野線、内房線、外房線、東金線からの直通列車も走っており、さらにそれまで総武線経由で走っていた房総方面への特急列車であるさざ波号、若潮号も、京葉線の全線開通と成田エクスプレスの運行開始を機に、1991年3月より京葉線東京駅発着にて運転されております。沿線は京浜工業地帯に属する工業地帯が広がるほか、幕張新都心や東京都心に近い場所などの沿線開発が進んだこともあり、現在では浦安市や船橋市、千葉市、東京臨海地域の一部、さらに内房線、外房線沿線などからの通勤通学客で賑わっています。そういった住宅や工業施設だけでなく、沿線にはディズニーリゾートや幕張メッセなども存在するほか、特急や快速列車で結ばれる房総半島などへの観光需要も存在し、上述の通勤通学を含め様々な需要を取り込み、千葉県から都心を結ぶ大動脈路線の一つとして機能しています。東京臨海高速鉄道臨海線の概要。一方の東京臨海高速鉄道臨海線は、東京都品川区の大崎駅と江東区の新木場駅までを結ぶ 12.2km の路線です。再開発が進み当時計画されていた世界都市博覧会の会場になるはずだったお台場への輸送を目的として、1996年3月30日に新木場・東京テレポート間が開業。この時対岸の東京貨物ターミナル付近にある品川埠頭分岐部信号場までの海底トンネルも開業済みで、その路線を延長する形で2001年3月31日に天王洲アイルまで、2002年12月1日に大崎まで開業し全通しました。臨海線は大半の区間は地下にあるものの地下鉄ではなく、東京都が 90% 以上を出資する第三セクター、東京臨海高速鉄道が運営する都市高速鉄道として扱われています。なおここでいう高速鉄道は新幹線をはじめとして
超高速運転をする一般的な高速鉄道の括りではなく、路面電車と比較して高速で走る鉄道という意味になります。東洋高速鉄道や埼玉高速鉄道の高速鉄道も同様の意味であり、日本の地下鉄整備事業における都市高速鉄道というのも路面電車と比較したこちらの意味での用語となります。そんな東京臨海高速鉄道臨海線は2002年に大崎駅まで開業した後 JR 埼京線との直通運転が開始され、現在では JR 川越線の川越駅まで列車が直通しています。トンネルは広く非常時に列車の側部から脱出できるため、東京メトロ各線のように専用車両を用意する必要はなく、貫通扉を装備していなくても防火基準をはじめとした長大トンネルに対応している車両であればどの車両でも走行可能です。このため自社車両の7万型や7万1000型、直通先の JR 東日本埼京線を走る205系や E233 系7000番台の他にも、183系や485系、E257 系といった特急型電車が臨時列車や団体専用列車として乗り入れたこともあります。そんな臨海線は開業以来、ゆりかもめと並ぶお台場への鉄道アクセスとして人気を博し、品川エリアや大井ふ頭エリアの開発も進んだことから乗客は増加傾向にあります。2022年度には1日平均 18.1 万人が利用する路線になっています。実は新木場駅でつながっている京葉線と臨海線。現在では大崎駅で JR 埼京線とつながっていて、東京テレポート駅から分岐する形で東京貨物ターミナル方面の東海道貨物線にも路線がつながっている臨海線。そんな臨海線は新木場でも JR 線とつながっており、実はこの駅で京葉線とも線路がつながっているのです。JR 京葉線と東京臨海高速鉄道臨海線、それに東京メトロ有楽町線の3路線が集合する新木場駅ですが、3階にあるコンコースには3路線の改札が集結しており、東京メトロ有楽町線と臨海線が2階部分に、JR 京葉線が4階部分に乗り入れる構造とされており、このうち臨海線と JR 京葉線は同じ位置の上下にホームがあります。そして臨海線の線路は終端側の先にも伸びており、勾配を上がって JR 京葉線とつながっているのです。京葉線と臨海線はもともと高度成長期に計画され、東京郊外を環状上に結ぶ計画を立てていた東京外環状線の一部区間でした。そのため将来の直通計画に備えるために、京葉線と臨海線の線路をつなげる必要がありました。新木場東京テレポート間が部分開業した際は、この線路を使う形で臨海線の7万型電車を JR 線に送り、JR 線内をそのまま改装して幕張豊砂駅近くにある当時の京葉電車区、現在の京葉車両センターに改装していたほか、大規模な検査となれば京葉線、外房線、総武快速線、中央総武線各駅停車、中央線、山手貨物線を経由して、新木場から蘇我、錦糸町、お茶の水、新宿などを経由し、大崎まで改装して大井整形外科まで送り込んでおり、それらの JR 東日本の研修施設に検査を委託していました。その後天王洲アイルや大崎に伸びる際に東林運輸区が作られ、簡単な検査は自社の東林運輸区でできるようになった上、引き続き JR 東日本大井整形外科で実施する大規模な検査の際も臨海線をそのまま大崎まで改装し、大崎駅で方向転換してすぐに工場へ入場できます。そのように変化してこの短絡線が不必要になったのですが、現在も新木場駅の京葉線と臨海線を結ぶ短絡線は存在します。その線路を生かす形で前述した183系や485系、E257 系などが団体列車や臨時列車として臨海線と京葉線を直通し、実際に新宿方面と京葉線の間を直通しています。ところで、ここで一つ疑問に思う点があります。なぜこの線路を定期的に利用して、京葉線と臨海線が直通しないかという点です。冒頭で述べたように、
この路線を使えば新宿や渋谷から東京ディズニーリゾートのある舞浜駅や幕張メッセや ZOZO マリンスタジアムのある海浜幕張駅が直結され、ビジネス、観光ともに大幅に利便性が向上することが見込めます。さらに埼京線が走る山手貨物線や直結している線路を活かせば、房総特急をより簡単に新宿へ乗り入れでき、さらに東北本線、宇都宮線、高崎線、中央線からの特急列車を舞浜、海浜幕張方面へ直通させることなども実現しますし、現在建設中の羽田空港アクセス線を活かせば、房総半島や幕張メッセ、東京ディズニーランドと羽田空港も直結され、多くの観光ルートが確立される可能性を秘めています。さらに京葉線と総武線を直結する構想もあるため、この線路を活かせば新宿発着の成田エクスプレスについて、東京駅を迂回する別ルートにもなり得ると言えます。仮に臨海線との直通運転によって列車本数が増えた場合、京葉線の線路容量増加を目的とした複々線化など、さらなるインフラ整備が必要になるかもしれないですが、これによって混雑する総武快速線を避けられるため、増発のほかスピードアップも期待されます。このように多くの効果を生むことが想定される京葉線と臨海線の直通運転。線路がつながっている以上、すぐにも始められそうな感じもあるにもかかわらず、なぜ実現しないのでしょうか。なぜ京葉線と臨海線は直通運転しない？京葉線と臨海線が直通できない理由ですが、そのほとんどが運賃制度上の問題に集約されます。もっと具体的かつ端的になぜかを言うと、東京臨海高速鉄道という会社が運営する臨海線が、京葉線と埼京線という2つの JR 線に挟まれたことで、運賃計算が複雑になってしまうことが想定され、適切な運賃回収に大きな懸念点が生じるためです。仮に埼京線、臨海線、京葉線という直通ルートが実現した場合、運行会社の境目である大崎駅と新木場駅で改札を通りません。そうすると京葉線の駅と埼京線の駅を区間に含む利用者が、1会社線である臨海線を経由したのか、JR 線を経由したのかが特定できなくなってしまいます。例えば京葉線の舞浜駅から新宿駅に到着した場合、臨海線、埼京線に直通する列車で新宿に向かったのか、それとも京葉線で東京駅まで行ってから中央線、山手線経由で向かったのかがわからなくなるのです。前者の臨海線経由で計算される場合は、東京臨海高速鉄道にも運賃収入が入ることになりますが、後者の中央線、山手線経由であった場合は JR 単独の運賃計算となり、東京臨海高速鉄道には運賃が入らなくなります。臨海線は高額な建設費用を償還するため、高額な運賃が設定されております。そのため仮にその両端で JR だったとした場合、その分を回収しなければ運賃収入に大きな差が出てしまい、両者の経営に大きな影響が出てしまうのです。そしてその影響がさらに出てきてしまったのが、交通系 IC カードの普及です。従来からのように乗車に際して乗車券を買う場合、経由路線を指定して購入することになりますので、そのような心配はございませんでした。しかし Suica や PASMO などの交通系 IC カードの場合、経由をあらかじめ指定しないため乗客のルートを検知できなくなってしまいます。現在は多くの乗客が交通系 IC カードを乗車券としており、乗車に際して乗車券を買わなくなっている以上、京葉線、臨海線、埼京線のルートでは、東京臨海高速鉄道は運賃収入を得られるかがわからなくなってしまい、もし何も対策をせずに直通するとなった場合、JR と東京臨海高速鉄道の間で利害関係で揉めるでしょう。とりわけ JR 京葉線方面と新宿、渋谷などの間を移動する場合など、直通列車があれば圧倒的に臨海線経由の方が良い場面が増えます。そうなると差額となる運賃収入が大きくなることが想定され、より大きな問題になりやすいと言えるでしょう。このためにわざと京葉線方面との直通はせず、
改札機を利用して確実に運賃収入を得られた方がいい、そのように判断していると考えることが強くできる状況なのです。なお臨海線と似たような状況にある列車には両端で総武線と中央線双方に直通している東京メトロ東西線のケースも存在しております。こちらは中野、三鷹間と船橋、津田沼間の間で東西線大手町、浦安経由と総武線御茶ノ水、錦糸町経由の2ルートがあり、どちらも総武線各駅停車にて直通列車があります。しかしこちらの場合は東西線経由の方が運賃が安くなる一方、東西線経由の方が所要時間も長くなる点、総武線方面への直通は平日のラッシュ時に限られるなど、圧倒的に JR 線のみを利用する方が有利であることから、それほどあまり問題とはなっていません。ただし東京メトロがパスモを導入することになった際、ただでさえ手狭な西船橋駅に中間改札を設置し、西船橋駅コンコースのスペースが減少するなど、あまり問題とはなっていないとは言いますが、多少なりとも何らかの問題となることは事実です。ちなみにこの経路を IC カードで乗車した場合、総武線秋葉原、錦糸町経由で乗車したこととみなされ、高額となる JR 線経由の運賃が差し引かれることになります。今後直通運転が実現する可能性は？ところで今後、この状況が変わるかもしれません。2014年、JR 東日本は東京臨海高速鉄道に対して買収交渉を行っているという報道が流れました。現在 JR 東日本では羽田空港アクセス線を建設していますが、新宿、渋谷からのルートとして臨海線を活用することを検討しています。もし臨海線が JR 東日本の路線となれば、羽田空港アクセス線を活用するにあたって他社との交渉なく、容易にダイヤ設定や列車の運行を行えるメリットがあります。そして先ほど述べた京葉線、臨海線、埼京線の間の運賃収入の分配に関する問題もなくなり、現状大きくなっている直通に向けたハードルは撤廃されます。しかし JR 東日本による東京臨海高速鉄道の買収は、現状かなり難しいと言えます。臨海線は乗客の増加でだいぶ抑えられたとはいえ、建設時の高額な負債はまだまだ残っており、その残高は令和5年度決算で1000億円を切ったものの約984億円。安くなった運賃でその返済をどうするのかという課題を抱えてしまいます。さらに1000億円近い負債を抱える企業である以上、株主からの否定的意見も見逃すことはできません。JR 東日本も元は国鉄という国の事業体とはいえ、現在はその株式のほとんどが純民間資本の企業であり、1000億円近い負債を抱える東京臨海高速鉄道の買収は、株主から反対の声が出てもおかしくないと言わざるを得ないのです。現状でも 2.41% に相当する株式を JR 東日本が保有しており、休日お出かけパスのエリア範囲内に臨海線が含まれたり、駅構内に JR 東日本系のコンビニであるニューデイズの出店、自動改札機や自動券売機など一部の設備について、JR 東日本グループの JR 東日本メカトロニクス製のものを用いるなど、JR 東日本の関連企業である要素こそ一部で見られますが、これ以上株式を買収するとなった場合、株主の意向なども踏まえながら進めなければならないなど、JR 東日本だけで見ても買収については問題だらけです。そして何よりも問題となってくるのが、東京臨海高速鉄道の株式の9割以上を握る東京都の意向です。東京都は2024年に構想している東京駅から有明、東京ビッグサイトまでの臨海地下鉄の運営主体として、東京臨海高速鉄道を検討していることを発表しています。この臨海地下鉄は東京駅に延伸する予定とされている、つくばエクスプレスとの直通も想定されており、もしこれらが実現した場合の東京臨海高速鉄道は、JR とその競合になっている路線双方に乗り入れるという、非常に複雑な構造を抱えることになってしまいます。また臨海線と京葉線の直通の場合、多数の列車が走行することが想定されるため、京葉線の複々線化を行う計画があります。
これがあれば高速化、多頻度化が実現でき、大幅な利便性向上が期待されます。しかし千葉県の企業局が取得した用地を一部売却した可能性があり、現状ではこの実現が遠のいてしまっています。臨海線との直通列車も運行することになった場合、ただでさえ本数の多い京葉線の容量が逼迫され、仮に直通が実現しても限られた本数になることが想定されます。当然他路線に対してかなり少ないと言われる新しい車両の増備や、京葉線に否定的な感情を持つ一部労働組合への説得など、この他にも京葉線独特の問題も考えられます。ただ団体専用列車や特急列車などは現状のままでも JR 東日本、東京臨海高速鉄道双方が運賃収入が確実に取れます。そのため本数は限られるかもしれないですが、新宿から臨海線経由で房総方面に直通する若潮号や笹波号、また海浜幕張方面に向かう特急あずさ号など直通する特急列車が出てくる可能性はあるでしょう。京葉線と総武線を結ぶ連絡線も実現した場合は、新宿からの成田エクスプレスが臨海線経由に変更され増発できるということもあるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ京葉線と臨海線の線路がつながっているのに直通運転をしないのかについて、臨海線が JR 線ではなく第三セクターの会社線である東京臨海高速鉄道が運営している路線である上、その臨海線が埼京線と直通運転をしていることが最大の理由であること。京葉線と直通運転が実現した場合、京葉線、臨海線、埼京線と乗り継ぐ客は臨海線を経由したのか JR 線のみで利用したのかが現状の交通系 IC カードの仕組みでは判別できず、そのため運賃収入をめぐって揉めることが想定されることから直通運転ができないこと。短絡線自体は開業時から存在しており、全通前の検査時などで利用した経歴があるほか、団体列車や臨時列車が走った経歴も存在すること。もし直通が実現すれば京葉線、臨海線、埼京線というルートが実現でき、新宿や渋谷から東京ディズニーランドや幕張新都心、房総半島方面へのアクセスが大幅に向上し、再開発に弾みがつくことが想定され、大きなビジネスチャンスが生まれることが考えられること。さらに臨海線は羽田空港アクセス線の一部としても利用されることが想定されており、それに関連してスムーズな運行を実現しようと JR 東日本は東京臨海高速鉄道に対して買収交渉を行っていること。もし買収が実現すれば臨海線をめぐる運賃収入分配の問題はなくなり、京葉線と臨海線の直通は大きく前進することが想定されること。しかし1000億円近い負債に関する JR 東日本の株主からの批評の問題、臨海地下鉄構想などをはじめとした東京臨海高速鉄道の大株主である東京都の意向など、買収するにしてもその壁はかなり大きいことなどについて知ることができたのではないでしょうか。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。